時期は本格的なオープンカーの時期。今回の動画は前回のコーヒーツーリングの続きなのだ。まだ見てない人はこの動画が終わってから見てね。今いるのは広島県呉市倉橋、別名宝島とも呼ばれる島にいるのだ。なぜ宝島なのかはよくわからない。よくわからないけど、ここから眺める景色は宝物。こいつらも宝かな。影でそこは寒くない？ここの猫は気前がいい子と悪い子がいて、こいつらは触らせてくれないのだ。この中に猫がいるよ。どこにいるかわかるかな？正解はこの休憩所。人間が近づくとどっか行こうとするとは感じの悪い猫なのだ。この公園内の猫は触りたい放題。ひいき猫として飼われているらしい。猫は1日の9割は睡眠か毛づくろいしているよね。お前ら、じゃあね。この海岸は散歩するのに本当にちょうどいい感じ。対岸は本州なのだ。よし、お家に帰ろう。ところでこの画角は飽きたな。そうだ、こうしてみよう。ここからは後ろ向きに走っていってみるのだ。そういえばこの倉橋島の歴史は古く、遣唐使が立ち寄っていた島で、当選浜など現代にも地名が残っているのだ。古代から優秀な船大工と良質な木材に恵まれ、造船に適した浜では遣唐使船が作られた場所でもあるのだ。豊臣秀吉の朝鮮出兵ではこの島の浜で軍船が作られていたとか。1000年以上前から国家プロジェクトレベルの巨大な船を作っていた歴史ある島なのである。島の最南端にあるカロートでは江戸時代に塩町、風町の港としてにぎわい、当時の繁栄を伝える本陣跡や静かでレトロな路地裏の散策ができるのだ。ここからはみんな大好きグルメのお話。宝島の名の通り、豊かな海の港と温暖な気候が育む山の幸の宝庫。今まさに右側で何かイベントをやっているようだ。倉橋では牡蠣はもちろん、ちりめんにお宝トマト、静かでシーサイドのおしゃれなカフェが点在していて、週末ドライブには最適な場所なのだ。前回の動画のようにコーヒー器具とパンがあれば、海を見ながら心を癒すポイントも多いのだ。ここからぐるぐるゾーン。車酔いする人は少し離れてみてね。この海峡にある2本の橋を同時に楽しめるポイント。この橋を登るとき、いつも右に脳みそがずれている気がするのだ。
本州に戻ってきた。もし次の週末のドライブ先に迷っているなら倉橋はどうかな。穏やかな海と美味しいご飯、そして歴史のロマンに癒されてみよう。ということで今回はここまで。この後は瀬戸内海の景色をそのままお届けするので最後までゆっくりしていってね。チャンネル登録と概要欄のチェックもお忘れなく。今回の動画は楽しんでもらえたかな。 YouTube にはこの動画が AI の作ったゴミ動画に見えているらしく、現在収益化が停止中なのだ。このゴミ動画をもっと見たいと思ったら下の概要欄から買い用品やガジェットをチェックしていってね。シーズンによって変わるので要チェックなのだ。みんなのお買い物やチャンネル登録、コメント、高評価が次の動画を作る力になるのだ。なのでこれからも応援よろしくお願いします。